ストレイキッズフィリックスの日本散歩。とある日本アニメの聖地巡礼や USJ を訪れ、日本での休暇を楽しみました。同行してくれたスタッフさんに日本語で頑張ってお礼を言おうとする姿が尊い。7月15日、ストレイキッズの公式 YouTube チャンネルにフィリックスが日本を散策する Vlog がアップされました。積極的に日本語を話そうとするフィリックス。僕は鎌倉に来ましたと不慣れながらも日本語で挨拶してくれました。尊い。今回の来日は韓国発のサングラスブランドジェントルモンスターのオープニングイベントが大阪阪急梅田本店にて行われ、そちらに出席するために来日し、その空いた時間で鎌倉を散策しに来たようです。鎌倉の地でフィリックスは、僕は自然をたくさん感じるのが大好きです。芝生があるところで横になって日差しを浴びるのが大好きなんです。といい、自然の中で日本茶を飲み癒されたり、いちご飴やかまぼこを食べて鎌倉観光を楽しみました。食べ歩き中も日本語で、いただきます。めっちゃ美味しい。とコメント。そして江ノ島に移動。江ノ島を訪れた理由が、江ノ島にある有名なスラムダンクに出てくる場所を見に来ました。といい、なんとスラムダンクの聖地巡礼のため、江ノ島に訪れたようです。韓国アイドルがこうして日本の作品を愛してくれて、聖地巡礼までしてくれるなんて、なんだか嬉しくなりますね。ちなみにリノもアニメが大好きで、以前プライベートで大阪を訪れた際に梅田 F5 のジャンプショップを見に行っていました。最近リノは推しの子にハマっているようで、主題歌のYOASOBIのアイドルをノリノリで歌っていたり、キャリーケースの中にはアニメスパイファミリーのアーニャのクリップが。また日本に訪れた時のリノが流暢な日本語でたこ焼きを注文するシーンも話題になっているので、ぜひこちらもご覧ください。フィリックスが江ノ島で訪れたのは、スラムダンクのアニメのオープニングシーンに登場する江ノ島電鉄鎌倉高校全駅そばの踏切。スラムダンクファンにとっては有名なスポットで、この日も観光客が聖地巡礼に訪れていました。フィリックスはアニメで見る踏切が実在する光景を見て、アニメで見ている光景がこうやってすごく不思議ですと感慨深そうに聖地を満喫できたようです。スラムダンクの聖地がステイにとっても聖地になっちゃいましたね。帰り際、江ノ島の文化とカルチャーと江ノ島の魅力を話そうとするフィリックスですが、通りかかりの人が何かを食べているのを見て、おいしそうと完全に気を取られてしまったピリちゃん。そしてすぐにお目当ての桃をゲットしに屋台に訪れてチョコバナナをゲット。初めて食べるチョコバナナに、初めて食べたんですけど、こんな味があることが不思議です。といいテロップには、太りそうな味と健康的な味を感じる、と書かれていました。私たちはお祭りなどでいなじみのチョコバナナは、太りそうな味と健康的な味のようです。一日の締めくくりは、江ノ島から1時間半移動し日本料理を食べに行きました。フィリックスは、日本語ちょっと勉強しますけど、今日は本当に、と何を話したいのかなと聞いていると、素晴らしいです。幸せでした。と、日本語で日本のスタッフさんに頑張って感謝を伝えたかったようです。続けて、今日は日本で大好きなおじさんというのでカメラがフィリックスの方を映すと、フィリックスはスマホの翻訳機を使用して伝えたい言葉を翻訳していたのですが、ネタバレが嫌なようで、ダメ。といい、ちゃんと自分の言葉で伝えたい様子。そして、今日は日本で大好きなおじさんと観光しました。といい、これを伝えたかったようでした。スタッフさんはフィリックスの言葉を聞いて、お疲れ様です。食べてくださいね。といい、ようやく箸を取るフィリックス。フィリックスは食べながら、今日は休暇をもらったので、仲のいいスタッフさんが一緒に過ごしてくださって、感謝の気持ちでいっぱいです。と韓国語でカメラで一日の感想を述べました。一生懸命日本語で感謝を伝えようとするフィリックスが可愛すぎます。またフィリックスがお肉を食べるときにスタッフさんが小さい声で、これはピリちゃん好きだな、とスタッフさんがつぶやいており、スタッフさんがフィリックスの好みを把握していることと、ピリちゃんと呼んでいるところに、仲の良さとフィリックスへの愛情を感じられて、見ているステイも幸せな気持ちになりました。ステイは、日本語で話したくて、一生懸命勉強してるところめっちゃ可愛い。ピリちゃん日本に来てくれてありがとう。これはピリちゃん好きだな。ってつぶやいたスタッフさんがピリちゃん愛に溢れていてとても好き。フィリックスがおじさんにピリちゃんって呼ばれてるの可愛すぎる。幸せな映像はまだ続き、次の日は品川から新幹線に乗り有馬温泉に、
宿の部屋でお餅を食べながらカメラに反するファンサービス。温泉と自然の景色、周辺のグルメで癒され、次の日の朝の挨拶では最初髪型が崩れていたので髪を整えてオープニングを撮り直す可愛さ。編集さんここカットしないでいてくれてありがとうございます。そしてこの日は USJ に、フィリックス USJ にいるなんてなんだか不思議な感覚です。任天堂ワールドに訪れ、ゲームの中にいるみたい、スケールが本当に大きいですと感動。マリオカートのアトラクションに乗ってきた感想に、すごく楽しかったです、次にまた行きたいですとコメントしました。次はスペースファンタジーのドラえもんコラボのアトラクションに向かい、20のメンバーたちのサウンドトラックを作ってドラえもんができました。どんな感じなのか楽しみですといい、ストレイキッズのスリーラチャ、ワンちゃん、チャンニン、ハンが作詞作曲を担当した楽曲を20が歌い、 USJ とコラボしていました。ドラえもんのアトラクションで流れていたのですか？ちょっと詳しくなくて、詳しい方コメント欄で教えていただけると幸いです。そして今回の目的であった大阪の阪急梅田本店にあるジェントルモンスターを訪問しました。ジェントルモンスターは独特なデザインやカラーリングで人気の韓国発アイウェアブランドで、フィリックスは大阪の阪急梅田本店の店舗1号店オープニングイベントに出席。公式インスタグラムにたくさん写真を投稿してくれています。長い間日本で過ごし、様々なところを訪れたフィリックス。最終日には、日本でこうやって時間を過ごして学んだことがたくさんあります。新しい文化もそうだし、今度日本に遊びに来た時も必ず楽しい姿や新しい姿をお見せします。と今回の日本旅の感想と、また日本に来た際にはその様子をお見せしますとステイと約束を交わして Vlog が終了。いや、大変満足な Vlog でしたね。今回のフィリックスの鎌倉や江ノ島、そして USJ も以前のリノの心斎橋や梅田もたくさんの人がいるのにスキズがイケメンすぎるお顔も隠さず、堂々と日本での休暇を楽しめているのが嬉しいですね。遭遇したステイもいらっしゃったと思いますが、マナーある行動に感謝です。またストレイキッズのメンバーが日本に来てくれること、その様子を見せてくれることを楽しみにしています。ファンの反応は、日本で休暇を取ってくれるのも、日本を満喫してくれるのも、可愛い日本語喋ってくれるのも全部嬉しいです。リノが言っていたように、ピリちゃんは日本語も韓国語も綺麗な言葉遣いをしていて素晴らしいです。気づいた人絶対いただろうけど、ステイマナー守ってくれてありがとう。完璧ですが口癖のピリちゃん可愛すぎる。どんな場面でも礼儀正しく温厚で優しいフィリックスの人柄が出ていて癒されました。コメント欄にはステイからの感謝の言葉が溢れ返りました。コメントや高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。